はい、原田専門家です。今日は、しっとりというか、こっそりお話をしておりますが、真夜中に撮っております。真夜中です。今日は何をお話をしようかなと思って考えておりました。間の話、間ですね。とか、とか、考える時間もそうですけど、いわゆる行間というかね、YouTube なんかを見ていると、そういった、とか、とか、テレビもそうですけど、YouTube は特に極端にとかね、もう全部、すべてつまんじゃって、答えを急ぐというかね、QA、QA だから、質問答え、質問答え、質問答えばっかりで、考える、考えている過程を消しちゃっているなって思うんですよね。だから本とか、ね、小説とか、ノンフィクションもそうですけども、特に本なんかで考えると分かりやすいのはやっぱその行間ですよね。人の会話とかも、そういった行間が、何よりも一番大事。間ですよね。本当にお笑いもそうですけど、間が大事だなとは思います、僕は。なるべく、いらない間は当然ありますよ。こう、無駄に長いね、考えて、無駄に長いというか、逆にそれが不利になるってこともありますけども、そういった間を極端に詰めちゃうのも、問題というかね、やっぱりそういうのばっかり見ていると、反応が早くなるのかどうかわかりませんけども、やっぱ自分で考えないというかね、よく詐欺師とか、喋り方というかね、喫茶店なんかでね、ドトールって名前、店名出しちゃうと、あれかもしれないですけど、そういった特にドトールで多いなって感じるのは、そういったマルチ商法や詐欺師の勧誘というかね、の騙しのテクニックの一つとして、聞いてる相手に考えさせる間を与えない喋り方をするんですね。だから、立て続けにブワーっと、言葉を並び立てる。中には、意味がよくわからない言葉。小池さんのカタカナとかね、ああいうのもそうですよ、本当に。なんかすごいことを言ってるんじゃないのかなという錯覚というか感覚に陥らせるために、極力考えさせる間を持たせないで話を詰めるというかね、だから、ってね、話をこうしてるときに、そうですね、って考って言ってる間に、聞いてる方はその間にも、考えてる。こっちも考えなくちゃって考える間を持てるんですけども、詐欺師とかそういったマルチ商法の話術というかは、その考える間を持たせないように、詰めてくるわけですよね。だから、聞いてる方は本当に考える間もなく、はい、いいえ、ね、答えるを考える間もなく、話が進められてしまう、相手のペースに巻き込まれてしまうようなことがあるとは思うんですけど、そういったやっぱりね、それは一つの和法というかね、話し方のある意味テクニックといえばテクニックなんですけども、それをうまくね、使えればいいんですけども、それ分かってないと、それに絡め取られちゃうというかね、やっぱりこう、そういった時でも、こっちのペースを崩さずにね、考える時間をとって、話すのが大事じゃないかなって思いますね。いろんなね、
スポーツでもそうでしょ。やっぱ間がね、相手との距離、剣道なんかでもそうですよね。間を詰める、詰めない。なぎなたもそうです。朝日奈具なんてね、いい漫画がありますけども、やっぱ間ですよね。間。あれ朝日奈具って、そういや、もう、連載終わっちゃった？あれ最近見てない気がする。どう？あれまだ続いてるよね。ところで映画見てないんですが、すごい良かったらしいですね。乃木坂が出てたのかな。あれ、次回作もやってほしいなと思いながら、見てないんで、なんとも見てないのに、でたらめなことを言うっていうね。まあまあ、そういう間が大事だよなっていうのはね、思いますよ。だから、基本的にこの、ハラセンラジオでは間を一切つまむことなく、昨日、一昨日から、この録音の声だけはあるんで、じゃあ、ポッドキャストをね、昨年ちょっと久しぶりに、ポッドキャストに、昔作った打ち込みの曲を2曲ほど上げてて、ポッドキャストできるから、そこに、じゃあ、音声データあるから、容量の制限があるんで、7分、8分ぐらいには、そこはね、削ってやってるのを、2日分上げてるんですけど、おいおい、順次、ね、この YouTube と Podcast、YouTube の再生回数もこんなもんだから、Podcast なんかおそらく誰も聞いてないと思いますけども、なんていうんですかね、なんかやってんぞってね。で、間の話から随分、ずれてしまいますけども、YouTube、動画を上げるのはね、YouTube っていうそういったプラットフォームを使ってるんですけども、僕のブログとか、ハテナブログで一時期書いてたこともあったんですけど、ほぼ、ブログと、ポッドキャストもそうですけど、他の、なんていうんですかね、プラットフォームを使わず、だから、どこがね、ポッドキャスト有名なところをやってるかわかんない。例えば、それをね、ボイシーに上げずに、自分のサーバーで、ポッドキャストで上げてるとか、プラットフォームに依存じゃないけど、プラットフォーム借りずに、ブログなんかもね、他の、なんですか、なんとかブログってあるじゃないですか、いろいろ。アメーバブログとか、そういったプラットフォームじゃなく、独自のサーバーでやっているんですけど、それはね、プラットフォーム借りてというか、の場でやれば、YouTube みたいにね、そのプラットフォームのファンというか、プラットフォームをよく使う人も、間違って見に来るみたいなことはあるとは思うんですけど、僕のブログとか、そのポッドキャストなんて、完全オリジナルサーバーでやってるもんだから、知らなきゃ見に来ないね。他のリンク先なんかないしね、検索でってなったら相当物好き以外訪れないような、なんていうんですかね、完全独立国というかね、他のそういったプラットフォームが、合衆国的なね、感じであれば、もう完全に島国とかね、で孤軍奮闘しているとか、自足自給でやっているみたいなことをやってますけども、ノートとかもそうですけど、ノートもちょこちょこ書いたりはしてるんですけど、やっぱりそういったプラットフォームをね、他の人も利用している、そういったプラットフォームを使わない手はないよなとは思いつつ、なかなかそこまで手が回っていないというかね。今日は間の話と、そういったプラッ
プラットフォームの話についてはね、これはね、いろいろもっともっとやんなくちゃ、他のもやって独自のもやってみたいなね、手広くやるのが多分一番いいとは思いますけども、いかんせん一人でね賄える範囲っていうのはありますから、無理せずにねぼちぼちやっていこうかなとは思っております。そんな感じでね、間の話とね、脱線してしまいましたが、そういったプラットフォームのお話でした。チャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。あと、水道橋博士のメルマ旬報に月1で連載 T シャツ連載、原田専門家と T シャツ連載という連載をしておりまして、デザインに至った経緯のを書いていたり、そのデザインした T シャツがすずりの方で買えるようになっております。概要欄にリンクがあるので、ぜひ覗いてやってください。できれば買ってください。っていうか、できればチャンネル登録をしてください。ありがとうございました。あ